今回はエポキシレジンで遊んでいこうと思います。これね。すごいね。けど原理は全く関係変わらない。ほーな、やってくれ。こっちが主材でこっちが硬化剤、こいつらの中のちっちゃい分子たちが絡まることでエポキシレジンは硬化します。最近なんかレジンやる人また増えてきてるみたいやけど、手袋せん人がすごい多くてアレルギーになるんでね、気をつけてください。これは本来1対1の割合で入れるやつなんですけど、それをずらしてやろうと思ってます。何グラムずつにしようかな。10、20にすっか。20。よいしょ。丸1日経過しました。さて見ていきましょうか。1対1、2対1、3対1、5対1、10対1、100対1です。さて固まってるんでしょうか。じゃあまずは1対1のコップ。まあこれは当然固まるはずなんですけど、だいぶ固まってる。さすがです。じゃあ2対1。固まってそうやな。ちょっと待って。1対1はもうちゃんと固まってるけど、2対1はね、固まってはいる。わかるかなこれ。ほら。固まってない。エポキシレジンとしては失敗っちゃ失敗です。じゃあ次3対1。この辺から抜けそう。これ抜けるかな。すごいすごい。これはこれで面白いよ。すげえ。3対1でこんなもんです。次5対1。すごい。勝手に落ちてくる。変な感じ。屈折おもろ。これはね、もう元のエポキシぐらいな。でもちょっと固まってる。すごいおもろ。ほんまこれあれやな、水飴ぐらいの粘土でも一応固まろうとしてるんや。これ5対1でした。まあちょっと正直ね、こっから先10対1とかまあもう無理やろなこれ。もう10対1はもう垂れますね。ほぼ何もなってない感じですね。100対
当然100対1はダメです。でもなんか3対1ぐらいまでちょっと可能性ありそうな。この後固まるんかな。あともうちょっと放置してみます。48時間ほど経過したんで取っていこうかなと思います。ひっついてるな。じゃあまずは1対1から。これはもうバッチバチに固まってますね。問題は外せるか否か。この気泡の量が違うのは温度管理のせいです。でも世の中は不条理やから、これでも語れへん時あるもんな。実は計量には渋沢栄一が大きく関わっています。度量衡といって長さ、体積、重さなどの単位を統一して150年前に計量の土台を整えました。今年は近代の計量制度150周年となるタイミングもあって、計量のことをもっと知ってもらいたくて計量ミュージアムを作ったみたいです。昔はこういう簡易的な天秤でいろんなもんを測ってたから不正が横行したらしくて、多分こんな風に絶妙にごまかしてたやつも昔おったと思う。やっぱ楽しそうに見えるな。じゃあ2対1を。うわ、柔らかい。すごい。ちょうどね、柔らかい木と同じぐらいの柔らかさ。3対1。どうでしょう。曲がるけどふにゃふにゃって感じじゃないな。じゃあここからあれかな。5対1。結構固まってんな、思ったよりも。てか他のもめっちゃ固まってるやん。固まってないわ。ただのストローの硬さや。丸3日経過しました。外してってみようかなと思います。うわ、めっちゃ柔らかい。とりあえず外します。柔らかい。よいしょ。おお、すげえ。エポキシレジンと思えない。伸びそうなぐらい。すげえ。こんなんなるんや。これ2対1です。3対1とか。こんなエポキシ触ったことね。エポキシは放課後は安全性が高いんですけど、溜まる前は微妙なんで、一応ちょっと手袋してやります。うおー、すげえ。これ取れねえ。マジで取れんこれ。すっげえなこれマジで。ゲルとかこうやって作ってんのかなって思うぐらい。ゲルってどうやって作ってるんやろ。取れないマジで。オッケー。なんか見たことあるなこれ。3対1です。すごいなこれ。こんなに変わるか。多分5対1とかもう無理なんちゃうかな。5対1。多分5対1はもう、いやでも一応固まってるというか一応反応してるな。いやでもこれ無理やと思うな。これちょっと丸2日ぐらい横に倒して置いてたんですけど、また流れてて多分これ固まってないと思うんですよね。ちょっとこれは数ヶ月放置しようと思います。またいつか報告できたらします。その他の10対1とか100対1に関してはこのままやったら固まらんと思うんで、この後硬化剤また混ぜて固めてなんとかしたいと思います。こんな感じで計量をちゃんとやらないとこういうことになってしまいますという話でした。